こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日はだいたい埼玉県と茨城県の県境ですが、まずは偵察してみましょう。草をかき分け斜面を降りた場所が目的地。今日も権現堂から中川へ水を落としています。パチャン行ったよ。パチャン行ったよ。これ取ったら多分1分も取ってればどっかで跳ねると思います。もじると思います。ジャンピングすると思います。ほらほらほら跳ねたけど、今映像判定しました。動画で映像判定しました。スマホで見直しましたが、あれワタカかなんかでしたね。ボラとかワタカとかそういうとりあえずやってみますか。今日も汚いですよ。稼いでます。カメムシ臭いけど釣れたいが準備できましたよ。それでは1投目よろしくお願いいたします。さっきいろんな方向へ投げて右の手前が良さそうだったので、そこへ投げ入れてます。利根川が持っている中で一番太い 4mm 系のパイプトップですが、こうやって動画で見ると案外普通に見えちゃいます。流れが渦巻いているせいか頻繁に流されてしまうので、再度投げられそうな場所をサーチして改めて正面に投げてみたら意外とよどんでそう。しかもこの正面向き、1投目から浮きが動きます。投げる場所ちょっと変えただけで1投目から動いちゃいますかと思いましたが、残念ながら口周りのすれ、いわゆるアッパーでした。ですが魚はいますね。ごめんね。なんで1投目から動いたのか。実は利根川が偵察する直前まで釣りをしている人がいました。先行者がいたので一度は諦めて次どこに行こうかなとGoogle マップを開いて場所を探していたら、荷物を担いでくる人の姿。入れ違いでこのポイントに入ったので、先にやっていた方の餌で寄っていたのかもしれません。なんせこれが2投目。このちっこいのがやっぱり多いですね。ちっちゃいけどこれは食ってました。これがいっぱいかな。ありがとう。おー、
でもそうですよ、ここ多分この流れに沿って上がってきてる感じですかね。魚がやっとっていうか、別にそんなまだ5、6頭目なんですけど寄ってきましたね。マブダちゃん20センチないくらい。後ろに視聴者さんがいるので独り言ではございません。動画撮影中でも全然声をかけていただいて大丈夫なので、もし利根川を見かけた方はお気軽にどうぞ。ちなみに今は深夜の2時を過ぎた頃、利根川の頭の中には明日のお昼、牛肉と豆腐を入れた肉水を作ろうということしかございません。初めて作るので美味しくできるといいな。これはそこそこのサイズだ。釣れてんのか、どっちだ。いや、そこそこ、釣れてたけどそこそこのサイズだったな。そういえば今回からグルテンをヒロ級の月光とグルテンメッシュ1対1なので50、50の水100にしてみました。いつもと違う手触り、違和感しかありません。それは慣れの問題なので、これからちょこちょこと使って慣れていこうと思います。ただこの場所では餌を投入してすぐに反応があるので、ドボンでどっしり待つ時の検証というか使用感が分かりません。別の日にバランスでも使ってみたりして持ち具合とかはいい感じなので、あとは配分をちょっと変えるとか、そんな感じですかね。プルプルプル、ちっちゃいぞ。おお、ブルーギルだ。ブルーギル普通に食ってました。おもりベタのドボン、浮きが動いたら合わせるしかないのでサイズ魚種は選べないですね。とはいえ瞬間的にチュチュンと動くのはあまり食ってない感じがします。でもこの1頭も当たり早すぎですよ。なんか尻尾がただれちゃってる。マブダさんただれちゃってる。ごめんな、釣っちゃってごめんな。でも食ってた。はい、ありがとう。ああいうただれてしまった魚、元気に餌を捕食してるので元気なんですかね。そもそも皮膚の海洋みたいな鱗の下どころか肉まで見えているのは一体何が原因なのかということで調べてみました。あれ、穴あき病って言うんですね。非低型エロモナスサルモニシダという細菌が原因らしく、死に至る病気というわけでもないようですが、あれは痛々しい。お魚が好きな利根川としてはちょっと心苦しいですが、治療を施せるわけでもないので、やっぱり水の流れに乗ってくるだけあって泳ぎがめちゃくちゃ強いマブラさん。20ちょいって言ったところかな。22、3ぐらい。センキュー。ごめんさあ日が変わったので肉水を作りました。めんつゆ、みりん、水を適量、酒はなかったのでありません。薄切りの牛肉をほぐしてこまめにアクを取り、そんな思いっきり火を入れないくらいで絹ごし豆腐をイン。最後に味見、醤油で味を微調整。食べる1時間くらい前に作ったので味の染み具合もバッチリでご飯と一緒にいただきました。
初めて作りましたが大成功といってもシンプルなので失敗するようなもんでもありませんけどね。それにしても浮きがあっちこっち動いてます。水流に押されているのでドボンだと竿を送ればだいたい浮きが出てくるもんですが、浮きと穂先、そこのテンションが抜けるくらいのすんごい渦巻き具合なのであまり意味がなく、しばらく浮きが見えなくなったら回収するしかありませんでした。もうこの状態で結構怖いですよ。この最中当たってたらって思ったらもう怖くて合わせたわけではなく餌を仕掛けを回収しようとしたら何かがくっついてます。擦れているのか食っているのか、どうやら食ってそうです。よかった。ほうちょっとずつサイズが良くなっていく。よいしょ。ありがとう。魚をリリースするところからですが、今日どのくらい魚っ気があるのか、その片鱗をお見せしましょう。ノーカットです。さっき作っていたグルテンの玉っころ2つを針でグッと繊維を引き上げるようにくっつけて、魚っ気が多いこともあって丁寧に成形しています。魚が寄ってくるまでは適当にグルテンをほぐしながらつまんで、なんとなく成形。針の根元だけをキュッとして数頭は投げます。釣りをやったことがなかったり詳しくない方にも向けた表現をなるべく、ここでヒット。そういうなんだっけそういう言葉が出てこない。釣りをやったことがなくても分かるような表現を心がけていますが、伝わっているでしょうか。いやー、このサイズがもう金太郎飴ですね。はい、Thank you。今すんごい勢いで跳ねましたね。あれはおそらくボラですが、すごい跳躍力。でもあれだけっていうのは数が結構跳ねているんですが、それが食ってこないってのは何なんでしょうね。もっと流れが速いところにいて食わないのか、それともそもそも食欲がないのか分かりません。そしてこれもさっきのヒットから連続です。もう釣れまくってます。だって釣りをスタートしてまだ30分経ってませんから。いつもなら当たりがなければ魚を寄せるために団子餌とかを使いますが、今回そんな時間もありませんでした。というのもスタート時点で5時を回っていて、ダメでもともと釣れたらいいなくらいの感じでスタートしてますからね。ちなみにこれは食い上げ、浮きがじりじりじりっと上がってます。手を水で濡らして魚を触らせてもらいます。かっこいいじゃない。唇なんか分厚い気がするけれども、かっこいい。よいしょ、ありがとう。ここまでめちゃくちゃ連チャンしましたが、このくらいだいたい30分から40分経ったくらいから当たりが遠くなってきました。さっきがたまたま夕間詰めだったのか理由は分かりませんが、ともかくペースダウンとはいえ釣れないわけではないし、サイズが小さくてもこの白い竿、風切りは柔らかい竿なので楽しいです。そうそう、冒頭でもお伝えしましたが、利根川の動画は最近字幕をつけているので、日本の方はもちろんグローバルに全世界に向けて発信しています。ちょっとでも楽しいなと思ってしまったらシェアしてください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。
サイズだと言ってたんですが、録画が遅くて途切れちゃった。よいしょ。ぐるっと回っちゃった。はいはいはい。どうなってる？こうなってる。はい、ありがとう。ハリスがチリチリになってしまいました。さっきまでは必死に指で伸ばしていましたが、さすがにもうダメそうなので交換してしまいます。ここは気持ち針大きめでセッサー6号です。しかしその交換も虚しく、やっぱり反応が薄い中、浮きが流されて、その合間に生命反応があったので合わせます。さっきからチュンチュンしてるのはブルーギルでしょうか。腹がいっぱいなのか腹パンなのか分かりませんが、すごい腹だ。人のことを言えない利根川ですが、人じゃねえや、魚だ。実はこの後用事があって、暗くなってから片付けても間に合う予定でしたが、少し早まってしまいました。利根川がバス釣りをしていた頃からの視聴者さんとお話をしながらのんびり片付けます。当たりも遠くなったし、いいタイミングだったんじゃないかと思いますね。それとおまけで雨が降って増水した権現堂みゆき湖の水を一気に落としている映像をどうぞ。これどう考えてもでかい方動いてますねこれじゃ釣りはできねえよもうドボ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 で釣りなんかとんでもねえ。そうか、やっぱ反対側水はないんですよ。今年権現堂水少ないんですけど、とはいえやっぱり雨で水落としてるんですねこれはちょっと今から下行きますけど、でかい方多分上げてますよこれ下の流れこれだもんなでかいの開いてらもう権現堂の匂いすごい。大迫力。よいしょ。これだったらめちゃくちゃ釣りやすいのにな。これ5尺も出せちゃう勢いですよ。水の勢いはダメですけど、ここの汚れ見る限り多分ここにも昨日というか昨日の夜来たんですけど、ここ水ありましたね。あの辺なんか狙えば渦巻いてるんで。いやでも今魚刺してきてんだろうな。ここに向かって多分泳いできてるのすごいいると思います。これが見られるのはここで釣りをして動画が撮れた、いつの動画か分かんないですけど、そのための素材を撮影してます。いや笑いしか出てこない。もうだって権現堂の匂いがすごい漂ってる。あそこで気化したやつがここにプン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 やってくる以上、過去の映像でした。帰りの道中、杉戸町にある大正軒篠屋によって盛りそば中盛り、実質大盛りみたいなつけ麺を食べましたが、うまい。昔は大正軒苦手だったのにうまい。ごちそうさまでした。その日の夜は山岡屋で特製味噌ラーメンを食べました。これまたうまい。ではでは、今週もご視聴いただきありがとうございました。評価ボタンは今回はラーメンが好きな人押していってください。もちろん普通の動画の感想として押してくださっても結構です。それではまた来週お会いしましょう。